増やすより使う方が難しい。新NISAを使って、老後資金を準備している。すべての50代の皆さん、一つ、質問をさせてください。その積み立てたお金、いつ売って、どうやって使いますか？いや、増えてから考えるよ。なんとかなるでしょ。もし今、そう思ったとしたら、少しだけ危険信号です。実は投資の世界では、お金を増やすことよりも、積み立てたお金を使うことの方が、精神的に10倍難しいと言われているからです。増えている時に売るのは、もっと増えるかもしれないと欲が出る。減っている時に売るのは、損をしたくないと恐怖が出る。結局、いつまで経っても売ることができず、お金を抱えたまま、人生を終えてしまう。そんなケースが後を絶ちません。資産形成という登山を、山頂に登って終わりではありません。無事に下山して、そのお金で人生を楽しんでこそ、成功と言えるんです。今日は、50代から考えるべき、新NISAの出口戦略について、具体的にお話しします。いつ売ればいいのか、暴落が来たらどうするのか、資産が尽きるのが怖い。そんな不安を解消するための自分だけの地図を一緒に作っていきましょう。最適解は目的次第です。ここでは初心者が陥りやすい、やりがちな落とし穴を避けるための一般論としてまとめていきます。今日の動画を見れば、漠然とした老後の不安が具体的な計画に変わるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。さて、出口戦略を考える前に、まず整理してほしいのが、老後という時間の解像度です。私たちはつい、65歳以降を、一括りの老後として、イメージしてしまいがちです。でも実際には、65歳の自分と、85歳の自分では、お金の使い方も、活動量の全く違います。ここを混同していると、65歳になった瞬間に、投資なんて危ないことはやめて、全額現金化しなきゃ、と焦ってしまったり、逆に、死ぬまでずっと、ハイリスクな運用を続けてしまう、という極端な行動に走ったりします。おすすめなのは、老後を3つの時間帯に分けて考えることです。まず1つ目が、活動期です。だいたい60代から70代前半くらい。ここは、体力も気力もあって、一番お金を使いたい時期です。旅行に行ったり、趣味に没頭したり、リフォームをしたり、この時期こそ、資産を取り崩して、人生の満足度に変えていく、メインの時間帯になります。二つ目が、安定期です。70代半ばから80代くらい。現役時代のような派手な出費は減り、自宅で過ごす時間が増え、生活費自体は落ち着いてくることが多い時期です。そして3つ目が、不確実期です。85歳以降。ここでは、介護や医療など、自分ではコントロールできない出費に備える必要が出てきます。こうやって分けて考えると、あることに気づきませんか？そう。65歳になった瞬間に、全額現金が必要なわけではない。ということです。85歳で使うお金を、65歳の時点で、現金で持っておく必要はありません。つまり、65歳以降も、お金には働き続けてもらっていいんです。では具体的に、どうやって管理すればいいのか。ここで登場するのが、3つのポケットという考え方です。これをやると、暴落が来ても、心が折れにくくなります。イメージしてください。あなたの資産を、役割ごとに3つのポケットに、色分けして入れておくんです。1つ目のポケットは、使うお金ポケット。これは、向こう3年から5年以内に、確実に使う予定のお金です。これは絶対に、現金で持っておきます。銀行預金で OK です。ここが、あなたの心の避難所になります。どんなに株価が大暴落しても、明日の生活費や、来年の旅行代金は、
ここにあるから大丈夫。そう思える金額を確保してください。50代に入ったら、まずはこのポケットを確保することを最優先にします。2つ目のポケットは、育てるお金ポケット。これが新NISAやインデックス投資の部分です。10年以上先、つまり安定期や不確実期に使う予定のお金です。ここは世界経済の成長に合わせてじっくり育てていきます。インフレでお金の価値が下がるのを防ぐ役割もあります。そして3つ目は、守るお金ポケット。これは年金や、もしあれば退職金の一部など、死ぬまでなくならない終身のベースになるお金です。暴落が起きたとき、私たちがやってはいけないのは、育てるお金ポケットから慌てて引き出すことです。株価が下がっているときに売ると、資産寿命を一気に縮めてしまいます。でも、使うお金ポケットに現金がたっぷりあれば、今は株が安いから、育てるポケットは放置しておこう。生活費は現金のポケットから出せばいい。と冷静になれるんです。50代からの資産配分は、現金と投資の比率をどうするか悩みますが、パーセントで考えるより、向こう5年分の生活費は現金、それ以外は運用、というふうに、期間で分ける方が、シンプルで迷いがなくなります。さて、ポケットの準備ができたら、いよいよ取り崩しの実践編です。新NISAで積み上げたお金を、どうやって現金化していくか、大きく分けて、2つの方法があります。1つ目は定額取り崩し。毎月5万円とか10万円とか、決まった金額を売却する方法です。これは家計管理がしやすいのが最大のメリットです。年金にプラスして、毎月決まった額が入ってくるので、計算が立ちやすいですよね。ただ、これには致命的な弱点があります。それは暴落に弱いこと。株価が半値になった暴落時に、いつもと同じ5万円を得ようとすると、いつもの2倍の口数を売らなければなりません。資産が傷ついている時に、さらに傷口を広げてしまう。これをシーケンスリスクと言いますが、これで資産が一気に枯渇する恐れがあります。そこで、長期投資家におすすめなのが、2つ目の定率取り崩しです。これは、毎年、資産残高の 4% を売る。というように、パーセントで決める方法です。これなら、暴落して資産が減った年は、売却額も自動的に減ります。逆に、資産が増えた年は、売却額も増えて、ちょっと贅沢ができます。資産の増減に合わせて、受け取る額を調整することで、資産自体を長持ちさせることができるんです。有名な 4% ルールという研究結果があります。アメリカのデータですが、株式と債券をバランスよく持って、毎年資産の 4% ずつを取り崩した場合、30年後も資産が残っている確率は 95% 以上だったというものです。もちろん未来は誰にも分かりませんが、定率で取り崩すことが資産を長生きさせる強力なテクニックであることは間違いありません。最近は主要なネット証券であれば定期売却サービスといって自動で毎月定率や定額で売却してくれる機能があります。これを使わない手はありません。自分の感情を挟まずに機械的に淡々と売ってくれる。これが心の安定につながります。ではここで少しシミュレーションをしてみましょう。数字で見ると運用しながら使うことの凄さがよくわかります。例えば65歳の時点で新NISAに1000万円あったとします。もしこれを全額現金化してタンス預金にし、毎月6万円ずつ使ったとしましょう。利息はゼロです。そうすると13年後の78歳でお金は底をつきます。1000万円あっても意外と早くなくなってしまうんです。これだと人生100年時代には心もとないですよね。では
新ニーサで年利 4% で運用を続けながら、毎年 4% ずつ、定率で取り崩した場合はどうなるか。実はこの場合、理論上は、資産は減りません。増えた分だけを使っている形になるので、元本の1000万円は維持されます。もちろん、毎年きれいに 4% 増えるわけではなく、暴落する年もあるので、実際にはジグザグと推移しますが、それでも、現金だけで持っておくより、資産寿命は何倍も伸びます。お金に働いてもらうというのは、資産形成期だけの話ではありません。取り崩し期こそ、お金に働いてもらって、私たちの長生きリスクをカバーしてもらう必要があるんです。最後に、50代の方からよくいただく質問にお答えしておきます。質問その1。50代後半から新ニーサを始めても、もう遅いですか？答えは全く遅くありません。先ほどお話ししたように、65歳で全て終わりではありません。90歳、100歳までの長いレースです。今55歳だとしても、85歳までは30年あります。30年あれば、複利の効果は十分に発揮されます。今日が一番は回避です。淡々と積み立てていきましょう。質問その2。取り崩しを始めた直後に、大暴落が来たらどうしますか？これが一番怖いですよね。そのための3つのポケットです。暴落が来たら、育てるポケット投資からの定率取り崩しは、一旦ストップしてもいいんです。あるいは売却額が減ります。その足りない分を、使うポケット現金から補填する。そのために、50代のうちから、生活費の3年から5年分くらいの現金を確保しておく準備が大切になってきます。質問その3。現金と新ニーサ、どっちから先に使うべきですか？セオリーとしては、税金のかからない新ニーサをできるだけ長く運用して、最後に取り崩すのが一番お得にはなります。ただ、初心者の場合は、心の安定を優先していいと思います。新ニーサの定率取り崩しをベースにして、足りない時に現金を足す。このルーティンを作ってしまった方が、あれこれ悩まずに済むので、結果的に長く続けられるはずです。いかがでしたでしょうか？新ニーサの出口戦略。それは、一番高いところで売り抜けるゲームではありません。あなたの人生の最後まで、お金の不安を感じずに、心地よく過ごすための仕組み作りです。完璧な正解はありません。でも、自分はこうするというルールを一つ持っておくだけで、暴落のニュースを見ても、漠然とした不安に襲われることはなくなります。ぜひ、ご自身の3つのポケット、確認してみてください。このチャンネルでは、これからも、投資のきれい事だけではなく、50代からのリアルなお金との付き合い方を発信していきます。出口まで含めて、一緒に公開を続けていきたい方、ぜひチャンネル登録をして、次回の動画もお待ちください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。